皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、長野県に来ました。ということで今回ね、皆さんにちょっとこの iPhone を使って、映像をね撮るというところを徹底的にね、僕の撮影方法であったりとか、どういう風に iPhone でね高画質な映像が撮れるかっていうのをちょっと今回は紹介できればなという風に思っております。っていうかね、これ見てくださいよ、じゃじゃんと、スバルさんのレガシーアウトバック30周年限定モデルというね、今回スバルさんからねもうフラッグシップモデルであるレガシーアウトバックをお借りすることができました。今回ねスバルさんの提供という風な動画になっているんですけれども、この車を使って車に乗ってですね、今回はね長野県を巡ってこの雪国でねたくさんの、iPhone で動画をね撮っていけたらなというふうに思っております。でオープニングのね映像かなりいい感じやったと思うんですけれども、その映像のね解説であったりとか、おすすめの撮影アイテムであったりとか、僕なりのこの iPhone での撮影設定とかもね全て皆さんにお伝えしようと思いますので、今回のねこの動画ぜひね楽しんでいただければなというふうに思っております。でね、こちらのレガシーアウトバックというね、車両になるんですが、少しだけ皆さんにねご紹介しようと思うんですけど、こちらスバルさんのフラッグシップ SUV モデルというふうになっております。でその中でも30周年特別仕様のね、限定モデルという風になっております。でボディカラーはクリスタルブラックシリカというねカラーとなっておりまして、ホイールカラー、バンパー、そしてエンブレム、グリルや内装まで全てがねブラックで統一されている、非常にね高級感があり、こういった雪のシーンにすごくね映えて太陽のね光をこう美しくね照らすような、そんなねエクステリアデザインに、ね、なってるかなと思います。でこの長野県に来て、今日も僕4時間ぐらいね運転してきてるんですよ。ですごくね走行性もいいし、めちゃめちゃ快適です。でここに来るまでで思ったんですけど、長野県ねスバル車多かった。やっぱりこういった雪国のね寒冷地ではこういったスバル車ってかなり選ばれるみたいなんですね。で僕もねそこまで知らなかったんですけど、どうやらこのスバルっていうのは水平対向エンジンというね、すごくですねエンジンのこの場所とかがしっかりとこう重量バランスの取れて、でなおかつ重心もかなり下なんですよね。なのでこう雪とかオフロード的なところでより安定したこう走行ができるというところで、こういった雪国とかねそういったところでこう愛されてるような、車両になるとのことです。なので今回のねこのような環境にはうってつけのね車種かなというふうに思っております。ということで今回ねこのレガシーアウトバックでたくさんね撮影をしていきたいと思います。皆さんそれでは行きましょう。今回 iPhone で撮影した素材は僕が販売している Apple Log 専用のラットで色編集を行っています。このパックには7通りのカラーが楽しめるラットが入っていて、ダヴィンチリゾルブ、プレミアプロ、ファイナルカットプロなどの編集ソフト内でワンタッチで様々な世界観を楽しめるアイテムになっています。この後も作例がたくさん登場するので、色味が気に入った方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。というわけで皆さん、北八ヶ岳に来ました。見てください、このもう超ねもう雪国というかね、もう白銀の世界なんですけれども、もうここ標高ねもう 2000m ぐらいあるんじゃないかなというところで、ロープウェイで来たんですけれども、今回ですねこの iPhone16 Pro Max 僕ね使ってて、で一応ね15 Pro とかもね一緒に同時に撮ってたりはするんですけれども、僕がどのようにね設定してるのか、どのような使い方をしてるのかっていうのをまずね解説をしようと思います。そもそもですね iPhone15 Pro、16 Pro っていうのはログ撮影っていうのができるようになりました。ログ撮影っていう簡単にお見せすると、これがね今実際に普通のビデオで撮ると、こういうような色味になっております。こっちに2人がいるんですけれども、最後に中手伝ってくれてます。というところで、普通だったらこれが普通のね iPhone の色だと思うんですけど、これが Apple ProRes ログっていうのにするとこんな感じになります。これでかなり色が薄い状態で、そしてここにこんな感じで色を入れてあげると、色編集がね自由自在にできるという風になってます。これ簡単に言うと、僕たちでいう髪の毛をブリーチするような形ですね。毛染めをしたい時に赤とかブルーとか入れたい時にブリーチをしますよね。そういった時に黒髪にはやっぱ入らないですよね。でもブリーチをしておけば色って結構綺麗に入りますよね。これがログ撮影のようなものと思っていただければいいかなと思います。で僕はですねこのアプリを使っていて、これブラックマジックカムというねアプリになるんですけれども、これでログで撮影をするようなことができるということですね。でこんな感じで結構ですねいろんなこう設定であったりとか、こんな感じでねこうシネマのこうスコープをね出すこともできたりとか、設定からラット表示っていうのを使うと、これでですね分かる、ちょっと色がもうちょっと入ってる
ちょっとねこうシネマライクな色になってるような、要はこうフィルターのようなものを自分で作ることもできるんですね。でそれをこの中に入れて、でこの状態で撮影ができると。でこんな感じのねレック、ちょっと今ねラット取れちゃってるんですけれども、このように撮影ができるという風なものになっております。でさらにねシャッタースピードであったりとか、そういったものを自由自在にこんな感じで変更させることができます。ホワイトバランスとかフレームレートとか、そういったものを自由にね選ぶことができて、このようにこう自分なりにね設定をしてこう撮ることができるとっていうのが、僕なりにこう絶対にね撮影をする時に絶対にやってることになります。でこのブラックマジックカメラのね使い方っていうところは、よりこう詳しくね使い方を知りたい方はぜひねチュートリアル動画出してますので、こちらの動画でわかると思いますので、こちらを見てくださいっていう感じで、僕はね今回全部ブラックマジックカメラで撮影をしていますので、ちょっとねそれを一回ね見ていきたいなというふうに思います。はい、ではですねいろいろとちょっと撮っていこうと思うんですけれども、今ここから太陽がねこう木漏れ日のようにこの木のね間から入ってきてますよね。なのでこれをちょっとね光をねいい感じに使いつつ、でここに雪が可愛く積もってますね。なのでこれを撮ろうと思います。でフレームレート、動画っていうのは写真の集合体でできてるんですけど、1秒間に何枚記録するのかっていうのが大事で、60枚とか24フレーム30フレームじゃなくて60フレームで撮っておくと後からスローにできるので、僕はね 60p60 フレームで撮影をしていきます。この木がねちょっとゆらゆら雪深めっちゃくちゃ積もってるはい、これを太陽のこの木漏れ日を入れつつ入れたいから、でこの風で木が揺れるタイミングがベスト。これで光が入るようにしたらどうかな。さらにねこの木が葉っぱがこう僕の方に向かって出てきてますよね。なのでこういうのも取ってあげるといいのかなと。こう奥から入ってくるようにねとかで、そのままちょっとね超広角でこのね全体を取っておこうかなと思います。これ多分歩いててもね普通に結構綺麗にこんな感じでやってあげれば、こんな感じかな。はい、で次が、このね 16ProMax とか16 Pro とかは望遠のレンズがね 120mm5 倍ズームに、ね、なってますので、ちょっと遠くにねこう雪が吹雪いてるようなシーンがあります。はい、遠くにあれをちょっと望遠で撮っておこうかなと思います。ちょっと遠くでね吹雪いてる感じが見えると寒いところの過酷さが伝わりますよね。はい、ということで見てください。池があります。ここね御射鹿池というところで、かなりね標高の高い、ね、ところに位置している池ですね。すごい神秘的。なんかね凍ってるのに奥は凍ってないんですよ。せっかくなんでこっちで見ましょう。こんな感じ伝わるかな。今これ iPhone の5倍で撮ってます。手前が凍ってるけど奥は凍ってない感じ、すごいね幻想的な感じやね。でちょっとねここからねみんなにねこの iPhone の、僕が使ってる普段のねアクセサリーというかアイテムっていうのを紹介したいなと思ってます。でこのねレガシーアウトバッグのこの後ろのトランクがね結構入るんですよね。ちょっと見てみましょうか。こんな感じで大きなバッグも4つ以上入るし、普通にねここに何かしらのねこうギアとか入れてたりとかで、さらにこれ下にね開くのでまだ詰めれるっていう感じで結構ね入るイメージですね。でですねちょっと皆さんに紹介していきたいものがありまして、まずですねこちらですね。じゃじゃん、これね SSD でございます。 1TB の高速なハードディスクみたいなものですね。でこの iPhone の16 Pro 15 Pro ってプロレスっていうね撮影ができるんですけど、かなり容量が大きくなってしまいます。僕はねこの SSD にタイプ A から C の変換を取り付けて、それでこのまま挿してちょっとダサいんだけれども、このようにしてもう直接ねここの SSD に記録してしまうと。これをするとねこうやってレックするとここにね直接入っていくので、この iPhone 本体の容量を圧迫せずに済むという風になるので、これ結構本当におすすめで、撮影が終わったらこのまま抜いて PC に挿せばそのまま使えるので、これはねかなりいいですよ。ちょっとダサいけどね。で続いてがこの2つでございます。はい、これ ND フィルターとケースです。はい、ちょっとねこれ詳しく見せたいんですが、このケース込みで ND をね進めたいんですけど、これはね結構僕もいろいろ試した中で今はこれが正解かなっていう感じです。というのもですね、これ iPhone のねケースこんな感じでスライドさせて入れますと。でロックをかけて
でこういう風にね撮影ができるという風になるんですが、これなんとねこっち側に 67mm 系のフィルターを取り付けれるようなケースになってます。これニューワのねすごい安物のものなんですけど、要は普段僕たちがカメラレンズに使うようなフィルターを取り付けることができます。でこれ可変 ND K&F コンセプトさんのものなんですけど、これちょっとねオレンジにちょっと黄ばんじゃうので正直おすすめはしません。なのでやっぱり西さんのトゥルカラー ND の方が正直おすすめです。でこれをグリグリとこのままグリグリとしてあげると、はい、そうすれば iPhone にもうカメラと同じフィルターを取り付けて見れると。でこれ可変 ND になるのでこんな感じでマックスから、はい、ミニマムまで下げることができると。なのでこの iPhone で見るこの露出も下げていくことができるというふうになるわけですね。でこれがねそもそもなぜ必要なのかというところになるんですが、通常こんな感じで iPhone で動画を撮ろうとすると、かなりね明るくなるんですよ。そういった時にこの ND フィルターをつけてあげて、適正のね露出でしっかりと確認して見るようにできるようにするという風になっております。でそもそもこれ自体はこんな感じでタップすれば勝手に明るさを変えてくれて調節はできます。ただシャッタースピードを見てください。今ですね589分の1みたいにめちゃくちゃ上がってしまうんですよね。でこれはカメラ全体で言えることなんですが、動画を撮影する際にシャッタースピードっていうのは速すぎない方がいいんですよ。というのもこの人間の目って結構ブレるんですよね。なのであえてシャッタースピードがちょっと遅めにしてあげた方がブレる映像になって自然になるんですよ。なので明るい環境下でシャッタースピードを上げた状態で撮ると結構パラついたような印象になってちょっと違和感を感じてしまうっていうのがあるので、本来動画撮影では ND が必要になります。なので僕はこういったものを使ってやってると。ただですねちょっと面倒くさくもなってくるので、僕も今回正直そんな全部につけれてたわけではないです。ただ本当にこだわって作るときはこういう風に ND フィルターを使ってあげるとすごくねいいかなと思います。でちなみにこのケースにですねここのネジ穴が切られてます。なので三脚つけたりとか他のアイテムとかもね拡張できるようになってて、ホットシューとかがあるのでマイクとかもね一応つけれるようになってますね。ただね本体はねカバーがついてないのでちょっと落としてしまうと怖いなという風な印象はあります。はい、で最後がですねこちらでございます。このスマホの折りたたみジンバルですね。はい、こんな感じで起動させて使うことができて、これねめちゃくちゃいいのがこのマグセーフのアタッチメントをねつけておくともうこれワンタッチでこれで使えます。ミサ360さんのフロー2プロというもので絶賛ね今レビュー動画作ってますので、細かくはねちょっと次の動画かなで上がるので見てほしいんですけど、このようなジンバルというものを使ってあげると、伸ばすこともできるんですけど、こういう風にわかるかな、滑らかな映像をね撮ることができます。こんな感じ。今回これを使ってかなり撮ってたんですけど、これを使うと結構ロングワーク、手持ちの撮影でもね撮れなくはないんだけど、やっぱりガタガタ動いてしまうとか手ぶれしてしまうっていうのもあって、このジンバルっていうのは非常に1個持っておくとめちゃめちゃいい。でちなみにこれはこんな感じで、はい、縦にもできるので縦型の動画もすぐに撮れる。しかもトラッキング性能があったり、もう本当にいろんなことができるので、それはもう次の動画をチェックしてください。こんな感じで、紹介したねものは全て概要欄にねリンク貼っておきますので、撮影をね手助けするアイテムたくさんありますので、よかったらねチェックしてもらえたらと思います。はい、というわけで皆さん2日目でございます。今日はですね志賀高原の方にね来ました。ここ標高ね2000ぐらいまたあるんじゃないかなめちゃくちゃ気温も低くて、でねちょっともう眩しすぎて本当にサングラスさせていただいてます。すいませんがこのままお送りしたいと思うんですけれども、今日はこれからね皆さんに紹介したいのが車をねかっこよく撮影する方法ですね。でちょっとね難しいのもあります。でもこれできるとめちゃくちゃねかっこいいなというふうに思うものがありますので、それをねご紹介できればなというふうに思っております。今回2つほどご紹介ねしていきたいと思うので、スリーパー入っちゃった。皆さんもね愛車を撮るときに活用してほしいし、車以外でもね使える Tips になるので、ぜひね皆さんも真似してもらえたらなと思っております。でですね、ちょっとね1個注意点がありまして、このフルセットで使うとちょっとねジンバルがモーターがねもうこれ以上制御できなくてスリップ入っちゃうことが結構多いんですよね。なのでちょっとこの装備、はい、こんな感じでプロマックスの方はここら辺のアクセサリーはもうちょい軽いので済ませないと、このジンバルが持たなくはなっちゃいます。なのでちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと今回は一旦ねND とか取って機動力重視で一回ね取ろうと思います。はい、じゃあそしたらねやっていこうと思うんですが、まずですね、この外観をねかっこよく撮るっていうのももちろんいいんですけれども、スローモーションで使おうと思うので、ここをね60フレームにしてさらにレンズを48にします。ちょっとね今回シャッタースピードめっちゃ速くしちゃってるんですけど、カーブミラー見てください。あっこやな。はい、あっこにねちょっと僕たち映り込んでます。こういうのを黒のボディはねかなり細心の注意を払って撮ってあげる必要があります。なのでこの辺ぐらいからの方が綺麗かな。でこういう風にちょっと出てくるような感じとか、こういうちょっと逆光気味にして撮ってあげるとボディをね
空とかが反射しててめっちゃいい感じになりますよね。あとはね、こういう車両のねかっこいいそのモデルの名前とかが入ってあるところとかもこんな感じね。いいねいいね、いいんじゃない、いいんじゃない。わあめっちゃいい、はいみたいな感じで撮ると。であとはですね、こういったスバルさんのエンブレムとかも撮っておくと編集でめっちゃ使えます。はい、こんな感じでね、なんか明るさが変わっちゃうんですよね、バグで。こんな感じこんな感じ。はい、では次はですね、次車が向こうからねこっちに来るというところを、撮りたいと思います。でその時にこう向かってくる車を一回こうやって普通にめっちゃ綺麗に撮って、そこから車を一周します。ぐわーって一周して、ほんでまた戻すとっていうのにするとめっちゃかっこいい登場シーンがね撮れるんじゃないかなというところになるので、ただ今回はねちょっと僕らの映り込み絶対あるし、僕らの影とかもね入っちゃう可能性はあるんだけれども、ちょっと撮影のカメラワークっていうのでね、ご紹介できればなと思います。それではね、車来たので行きます。こうつけてここから回ります。綺麗に円の中に入れて、で最後はゆっくり、はいみたいな感じで撮影をして、これをスピードランプっていう編集をね、その一定の部分だけを速くすると。なので僕が回ったところだけをめっちゃ速度を上げます。そういう編集をするとこんな感じに出来上がります。どうぞ。はい、ということでね、今地獄谷野猿公園というね、猿がいるね場所に行ってるんですけれども、この車のね走破性というか、実際に乗り心地みたいなところをねお話しできればなというふうに思います。まずねこの雪国とかのこう道でのねこう安心感っていうのはまず半端ないし、もう本当にねしっかりとね重たくねこう重心が下にあるような感じもなんか僕もねこう感じるし、すごく安心してます。で僕がねすごくいいなと思うのが、このアップルのカープレイとかをさ、この画面のでかさで見れるっていうのはすごくね嬉しいです。結構マップをね大きく見せたいし、音楽もかけながらカープレイをねこう楽しめるっていうのはすごくねいいなというふうに思います。でこのスバルさんの最新のこう技術というか、こう一番ね評価されているのがアイサイト X、アイサイトという制御機能があって、それ何かっていうとすごくね運転をね補助してくれます。例えば渋滞時とかにこう前にね車がいた時に、そのね車と同じ速度にねしてくれて、でその前の車が止まったらねこの車も止まるとかもあるし、でしかもウインカーをね押せばもうそれがね勝手にね車線変更もしてくれたりするんですよね。であと僕街乗りとかでもね助かってたんですけど、信号とか前の車がね行った時とかで信号が変わった時とかにも、このカメラがねこの車両本体にたくさんついているので、それが認識をして信号変わりましたよとか前の車行きましたよみたいな通知をしてくれるんですよ。なのでめちゃくちゃなんかそういうところで助かったりもしてます。っていう、結構ねいろんなこう補助的なところではすごくね便利だなというふうには感じてます。で他にもね標準的にすごくもうねめちゃありがたい機能は多いです。このハンドルのヒーターもね今つけてるのですごく温めて運転がねできてますし、あとシートヒーターもねもちろんついてるので3段階選べて、逆にベンチレーションの蒸れないようにねやってくれたりもするし、でこのシート自体も電動でね移動させながら快適なね姿勢に設定できるという風になってますので、本当にねこう運転はすごく快適です。今日もね4時間かけて都内帰るんですけど、そこまで全然しんどいなとかならないぐらい快適にねできてるかなといったところですかね。なんかこう今長野県でねたくさんのスバル車を見てるんですけれども、なんかこうスバルのね車をここで乗りたくなる気持ちがちょっと分かるような気がしました。なんか本当にすごくね楽しませていただいてます。今ですね地獄谷野猿公園というところに向かってるんですけど、ちょっとこれ見てください。 1.6 キロ25分階段で登りますで足元これやからね雪やからね頑張るか。頑張りましょう。なんと上の方に行くとね猿がね温泉に入ってるんですよこれはね
どうしても一回見たくて、ちょっと最後もうここめちゃくちゃ遠いんですけど、長野県の方でもめっちゃこう北の方やったかな、さっきのロケ地からもねだいぶね遠いんですけど、ちょっと見に行きたいと思います。普通にこの道はバリ危ないやんこっち落ちたら終わりやで。おる怖い。こんにちはこんにちは。あ、走っていった。で最後にここを登るというわけですね。ここにちょっと民家があるのは住んでるのかな。であっこにねちょっともうすでに温泉が湧いてるような硫黄の匂いもねかなりしますね。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。待ってめっちゃ入ってるめっちゃ入ってる顔赤いなじゃじゃん、こんな感じで猿がめっちゃ入浴してる。なんかねみんな寝てるよ。ほらよく見て、あの子も起きた。すごいな。はい、ということでね最後の Tips になるんですけれども、最後がですね、はい、同じくねこのブラックマジックカメラを使って、この iPhone16 Pro Max は5倍の 120mm のねレンズがありますので、これを使ってちょっとね撮影をしようと思います。でこれでスローモーションを使って猿のね動きを撮ると。でそこに SE ですね、サウンドエフェクト効果音を入れると、かなりですねこう望遠だからこそ猿のね、鳴き声とか入浴のお湯に浸かる音とかね、そういったものを入れてあげると、かなりですねいい感じに、ね、なるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではね撮ろうと思うんですが、 120mm にするとこれだけ寄れますからね可愛いな、なんかFPS をちょっとスローで撮っておきましょうか。うわーみんな並んでんな。ちょっといろいろと素材撮っていきましょうか。ここは親子で何かやってますね。うわーなんかやってる。入れお、入った。あいつボスやろ。はい、ちょっとねいろいろ撮ってみたので、サウンドエフェクトとかをね入れて、ちょっとね見てみてください。こんな感じです。はい、ということでですね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回ねこの iPhone16 Pro Max、15 Pro もね、ちょっと一部使ってはいたりしてたんですけれども、iPhone だけでねちょっと映像を撮るというところを、ちょっと本格的にねいろいろと僕も頑張ってたくさんね解説紹介をねさせていただきました。で今回のね、旅というか撮影をね全てサポートしてくださったのは、スバルさんと、このねレガシーアウトバックというね、車種になります。もうめちゃくちゃねもう快適で、こんなねもう超雪で凍ってるような路面もねもう安心して走ることもできましたので、ぜひね機会があれば皆さんもね乗車体験をねしていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。それでは皆さん今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。